戦艦大和、その名を知らない人はいないほどあまりにも有名な戦艦です。しかし知られている大和の姿に至るまでにはいくつもの幻の設計案が存在していました。その中でもひときわ異彩を放っていたのが A140i 案です。この設計を手掛けたのは造船の神様とも呼ばれた平賀譲で、1935年7月30日頃に提出された設計案になります。本日は平賀大和とも呼べる幻の計画案 A140i、 その知られざる姿に迫っていきましょう。平賀譲は帝国海軍の造船技師として明治から昭和にかけて活躍した人物で、軽巡洋艦夕張、古高、従順妙高、88艦隊の主力艦、戦艦長門の設計の改正など数々の軍艦設計に関わった日本造船界の巨匠です。ただ部下が提案してきた屈曲した煙突のデザインを普通にダサいと批判した後、しれっと長門に採用。以降湾曲をした煙突は平賀デザインの要素となるなど一筋縄ではいかない人物でした。自説を曲げないことから平賀譲らずという呼び名も有名です。平賀氏は戦艦大和の設計が検討された時期ではすでに予備役として現役からは退いていました。ただ造船業務嘱託という形で大和の設計にも少なからぬ影響を与えていました。ここからは実際の戦艦大和の設計案 A140F6 と平賀大和の A140i 案を比較していきましょう。 A140i 案の最大の特徴は主砲配置にあります。46センチ連装砲を2機、そして3連装砲2機が混載しており、合計で46センチ砲を10門も備えていました。これは実際の大和の主砲9門を上回ります。戦艦に混載砲を採用した例はイギリス戦艦キングジョージ5世の4連装砲が代表例として挙げられますが、奇妙なのは3連装砲の方を背負い式に配置しているという点です。おそらく多くの方がバランスはどうなっているんだと思うような、なんかもっとこうあるだろうと思わせる配置となっております。この奇妙な配置になった理由は意外なことに防御でした。艦首側に多連装砲を設置すると主砲バーベットの巨大化に加え、防御面でも艦の全幅という制限が加わってしまいます。そこであえて背負い式に配置することで艦の空間スペースのバランスを保ちながら効率的な防御が行えるという設計思想があったのです。ただし当然ながら艦の重心のバランスは悪くなるという欠点があるため、大和型のような巨大な船体ならではの配置ではないかと思われます。一方で副砲である 15.5 センチ砲は4連装砲が採用されていた点にも注目です。4連装砲は帝国海軍では非常に珍しいものの、平賀氏は88艦隊の戦艦の主砲でも4連装砲を推進したという記録が残されています。ただ A140i では副砲の射界は前方では4門と A140F6 案はじめ他の建造計画よりもやや劣っていたと言えます。見てください。 A140i はこれら砲の配置により連装、3連装、4連装砲が並ぶという実に奇妙なデザインになっています。ただこの数字の並びには不思議な安定感も感じさせます。それ以外には広角砲が A140F6 は連装片舷3機の搭載にとどまるも A140i では片舷4機と強力で、速力も大和よりもわずかに高速の28ノットと計画されました。全体的なシルエットを俯瞰すると A140i の艦用はその主砲配置から大和というよりはむしろ戦艦長門の発展系といった印象です。武装の配置を除けば軍艦設計の常識に基づいた非常にコンサバティブな、つまり堅実なバランスを持つデザインに仕上げられていました。平賀譲は混合大艦でも連装砲と3連装砲を併用する構想を出しています。 A140i 案はそうした彼の設計思想を引き継ぎ、混合大艦デザイン X を拡大発展させたようなプランだったとも言えるでしょう。次は実際に A140i 案が議論されていた高等技術会議にかけられる直前、昭和10年1935年9月13日管制本部第4部で開かれた会議の様子をご紹介いたします。そこには平賀造船中将のほか、計画主任の福田啓二造船大佐、専任部員の村上義次造船大佐、そして軍令部出資だった江崎岩吉造船大佐が参加していました。この会議では戦艦大和の速力や砲力の問題、そして平賀案である A140i についても活発な意見交換が行われています。今回はその場のやり取りを現代語に置き換えて再現し、当時の設計者たちがどのようにして
戦艦大和を形作っていったのか、その思考と情熱をお届けします。まず速力だ。米主力艦は現状24から25ノット。これに対抗するには新型艦は28ノットの速力が必須である。待ってほしい。速力を追求する前に主砲を18インチとした場合、26ノット艦と28ノット艦のどちらが戦術的に優位か比較検証を優先すべきではないか。それと防御方式だが、バイタルパート重要区画に装甲を集中させ、艦の前後の 50% を非防御とする集中防御方式は本当に懸念がないと言えるのか。集中防御は戦艦長門の設計時にも議論し尽くされている。A 戦艦ネルソンも採用した方式だ。これを採用しなければ要求性能は到底満たせん。だが長門よりも極端な集中防御方式なのはいかがなものか。仮に排水量を同一に保つとして装甲重量を 2.7 万トン程度に抑えればバイタルパートを延長することも可能だろう。機関室を縦に長く配置する方が建造効率も良いのではないか。3000トン程度の差では建造効率に大差ない。結局のところ装甲を厚くする方が防御上有利だ。要求仕様に対しては私が提示した愛案がベストだと確信している。もちろん各案は公平な基準で評価しているがね。もし26ノット案の方が戦術的に有利だというなら、26ノット案と28ノット案の巡航性能、航続距離が本当に同等なのか、明確なデータで示してもらう必要がある。その点については両案とも同等であると評価している。それならば残る問題は排水量だけだ。もはや技術的な問題ではなく政治マターで解決すべき問題だ。仮に新型戦艦を対巡洋艦戦闘に投入する場合、エンドプロテクションにも最低限の防御が必要になる。もっともそのような格下相手の運用は想定していないようだから、その点の懸念は不要か。対巡洋艦船には使うまい。だが艦隊決戦の前に敵航空戦力による空襲を受ける事態は想定すべきだ。私のデザインでも基本的に空襲を想定していないし、既存の環境構造物など空襲下では役に立たん。いっそ環境も砲塔のように重装甲で固めて防御せねばならん。空襲は受ける場合もあれば受けない場合もある。一概には言えん。仮に環境が被弾し指揮不能になっても予備の司令塔で指揮を取れば済む話だ。軍令部は環境構造物に対し機銃掃射への防御を要求している。また艦の前後にも水平防御、甲板装甲が必須だろう。空襲を想定するならば現在のデザインでは不十分。予備指揮所をいくら増やしても直撃を受ければ意味がない。艦の前後部ともに最低4インチ約 102mm の水平装甲を施すべきではないか。空襲を受けるようならばそれは負け戦だ。普通はそうではあるまいし、重量型のリスクを負う必要は薄い。ところでなぜ私の愛案に対する反響がないのか考えてもみたまえ。1万トン級巡洋艦が他国の8門に対し我が国が10門であるという事実がどれほど将兵の士気に影響するか。それなのに主力艦が 46cm 砲9門というのは平凡すぎる。10門案はそれを一歩進めたものだ。これに反応がないというのは軍令部が砲撃力こそが日本の伝統という基本を無視していると言わざるを得ない。10門化には問題がある。主砲を1門増やせば偽装重量、弾薬の散布回、発射速度などの点でかえって運用が困難になる。だからこそ現場は採用に躊躇しているのではないか。バランスの問題で言えば主砲は艦の前後に均等配置するのが戦術上の正道だと決まっている。愛案では2連装砲塔と3連装砲塔が混在している。これでは正射時のデータ処理に支障が出る。弾薬搭載数を120発から110発に減らした点、2番砲塔の行角が書かれていない点も性能低下でありをとっている。それは設計の細部の問題に過ぎん。問題があるなら修正すれば済むことだ。排水量の余裕を使えばいくらでも解決できる。まだある。副砲の配置も無理があり社会が苦しい。他国の艦と同様の前方集中配置が不可能なわけではない。私の案は前方に副砲4門を施行できるのだからそれで十分だと考えている。そもそも我々は速力で優位に立つ作戦を想定している。それならばむしろ後方への射界も必要になるはずだ。軍令部が主砲の前方集中配置を了承したのはむしろ例外的な措置だと認識している。軍艦の設計は軍事作戦や艦隊編成を司る軍令部が想定される作戦に耐えうる性能を持つ艦の要求を行い、
管制本部がそれに応える形で設計が行われます。平賀譲は造船の神様と言われるような異質性はあったものの、造船官は軍令部の制約を常に受ける存在でもありました。このような会議を経て、1935年10月には高等技術会議が開かれ、ほとんど大和と同様の仕様の A140F4 案で計画が進められることになったのです。そして、翌年1936年7月に新型戦艦は A140F5 案の使用で一度決まります。その後、機関をディーゼルから蒸気タービンに変更した設計改正版の A140F6 が最終的な大和型戦艦の使用として確定します。大和の設計と建造には戦艦陸奥の竣工から15年が経過していたため、当時でも技術継承には相当な苦労があったと言われています。結果的に保守的とも言われる大和の設計でしたが、まずは戦艦建造の技術を取り戻すという意味でも非常に妥当な選択であったと言えるでしょう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆さんは平賀大和 A140i、デザイン的にはどう思いましたでしょうか。ぜひ感想をお聞かせくださいませ。また、大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑も引き続き好評発売中となっておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。先生さよなら、バイバイ。